Hello，大家，在对死党的同居要求说好之前，第3集，小航和小凑这2个双向单相思的人呐、他们对彼此的心意那是欲盖弥彰，越来越藏不住，越来越压抑不住了。我们就继续来看看他们究竟什么时候才能把话说破，捅破窗户纸吧。9月13哦，兄貴バッチリです。僕のランドセル姿様になってるでしょ。你叫アニキ哦，店長も入ってください。俺も？所以这是店長的孩子吗？パパ、エリアピシッとしないと。ありがとう。僕はもう年長さんで大人なんだから子供扱いしないで。ほほほほほそっか。誰も一緒に写真撮ろう。いいっすか？那谁来负责拍照じゃあち？ょっとタイマーセットしますね。哦， 0。眯眯眼いい感じ。哦，你会看哦。いい写真っすね。そうでしょ。上手に撮る方法、渡るにも教えてあげようか。哇，僕本当は撮りたい写真があるの。好きな人、幼稚園のめぐみ先生。撮ったらいいじゃないですか、めぐみ先生の写真。ダメ、恥ずかしいもん。写真で撮ったら好きってバレちゃうでしょ。パパがよく言ってる。写真は気持ちが伝わるものだって。我这小孩真的好成熟，好反差哦。哎呀，パパ撮った写真全部に名前つけてるんだよ。かっこいいでしょ。大哥的状况让小孩开始反思自己感情状况了。俺も怖くて撮れないかも。悩みがあるの？僕聞いてあげるよ。好きな人のこと？渡るもいるの？这小孩真的身上就是兼具大人的成熟细腻，又保留着小孩的天真烂漫，直接撞破你的心思哦。そうそうそう。我头跟着他，不知道歪哪边。一回確認するから待って。この間この角度で湊撮ってみたらいい感じだったんだけどな。湊くんの写真はいい感じなのにね。那女生是不是意识到的是人的差别，是摄影者对被摄影者的心意的差别？この角度じゃないのかな。渡るちょっと休憩しようよ。渡るって写真のことになると周り見えなくなるよね。彼氏だから許せるけど。啊，这组照片不错啊，拍出了当时的女朋友的哀怨。次は香りの撮りたいところに撮るから。じゃあ北海道。北海道？夏休み北海道旅行行かない？あ北海道。这镜ご头めん。 2个人走向了不同的道路了，很快就分道扬镳了。湊と旅行行こうって言っててさ。また湊くん？私も他の人と行っちゃおうかな。っじゃああっちで会うかもな。ていうかもう会わない。嗯，どういうこと？短い間だったけど楽しかった。バイバイ。你看那女生说她想要跟别人一起去旅行，小航一点都不在意。小航应该也意识到了自己根本没有花心思在这女生身上。现在小航有情人，他只能在家摸狗。売られた。小臭快躲起来，快藏不住笑容了。换你在那边摸狗。渡る振られた記念。嬉しそうに撮るな。坏哦，あ可爱。这个互动更像情侣哦。小航刚刚跟前女友那个互动真的很像专业摄影者跟专业 model。友達同士なら気楽なのに、恋人ってなった瞬間難しくなるの。あれ何なんだ？哎呀なんだろうね。まあ今は湊といるのが一番楽しくて幸せってことだな。小臭是不是就是听了小航说的这一句话，所以一直不敢跨过那条线？北野。大地。什么意思？你们就在这个农场牛舍拍照。失礼します。こっち向いて。それ甘くないやつ。渡る食べれる？
このヨーグルトうまい。砂糖入ってないのに甘い。なんで？そんなにうまい。だろ？就像你们两个的感情，没有刻意的营造甜蜜浪漫，却还是相当的美牛味。乳の濃度が違うからかな。没错，因为你们的感情相处时间不一样，浓度不一样。渡るついてる。せっかくたくさん撮ったし、2人だけの写真展開かない。今回撮った写真を部屋に飾って、客も俺ら2人だけで。港、早く行くぞ。ちょっと待って。两个人的性格从穿搭就可以看出来吼。小航这么活泼，他穿的很 colorful；小臭就比较沉稳，衣着颜色也沉稳。都在拍人ビビってんの？啊！这就是这时候做的。やっぱ港ってこういうの作るのうまいよな。渡るのキタキツネも味がある。いいんだよ。こういう方が愛嬌があって。ちょっと渡るに似てて可愛い。俺こんな感じか？哎呦，おお、牛。いい写真。いい絵。俺こんなダサい格好でさあげてた。めっちゃダサかったよ。言えよ。傑作だね。子牛の誕生。これすごかったな。哇！你们还有看到小牛的诞生哦，好幸运哦。素敵でした。不会吧？絶対のがあげような。はい。小臭在工作上的企划也跟当时的回忆有关呐、今まで通りに撮れなくなりそうで。哎呀，心里的那团火不见了，因为那个人好像快从自己生命消失了。でもさ、今までみたいじゃなくていいんじゃない？今までみたいがいいんです。人生不可能一成不变呐、如果你还想要这份感觉延续下来，你就回去找那个人呢。だって怖いじゃないですか。こうやって湊のことを待つのも久しぶりだな。ごめん。写真の現像時間かかって遅れた。ちょうどはがき職に長男の風が流れてる。渡る。産業長引いちゃって。産業。人变了，迟到的理由也变了。つけないの？但其实也没变，想跟你重温过去。これ聞くの久しぶりだろ。ずっと聞いてた。え？北海道でもずっと。小臭也一直忘不掉吼，所有跟小航的回忆，他也想要抓住所有的片段细节。おい、自転車来たら危ないぞ。大学生の時、アパートまでの道でよく一緒にやったよね。お、渡るジュースおごりね。なんか高校の時から俺ばっかりジュースおごってない？长大以后也还是小航很艰难的平衡。哦，星空之下。やっぱり一緒に住もう。すまない。僕と大学の時みたいに焦げたもやし食べたりしたい。俺はもう大人になったので、もうそんなことはしません。じゃあ大人になったら一緒に住もう。现在在小臭面前说的这么正气凛然，明明刚才还在怀念过去。先に学生時代捨てたの湊の方だろ。哦，讲出来了。湊が写真やめたから。写真も何も関係ない会社入っていなくなって。写真やめたわけじゃないよ。関わり方は渡ると違うけど、大事に思ってる。分かってるよ。湊に怒ってるんじゃない。自分に怒ってる。湊がいなくなって寂しいって認めなかったからバカだな俺って怒ってんの。承認了寂寞，那要順便承認喜歡嗎？俺も渡ると離れてから大事な時間だったなって思った。渡るもそう思ってんならやり直させて。俺と毎日ご飯が食べられる。家賃払えないから。払わなくてもいいから一緒に住もう。同居するなら払うに決まってるだろ。じゃあ家賃払って一緒に住もう。もうとにかく無理なもんは無理なの。小臭很会回话哦。だからなんで？
湊のことが好きだから。哎呀，冲动之下就讲出来了。这一集呀、又是相当甜蜜、相当细腻的一集，但是这甜蜜里总觉得带着些许的酸涩。小航是真的很怀念过去跟小凑在一起的那段时间的甜蜜时光，可是也知道自己似乎回不去了，因为他害怕自己的感情如果再回去跟他同居、跟他在一起，像以前那样相处，可能两个人的关系就要变质了。就像他在这一集的时候讲的，明明当朋友的时候很轻松，谈恋爱的时候好像一切都变了。不仅如此，其实这些年来他心里也有一点怨小凑，怎么就这样子离开了摄影，进入了一家与摄影无关的公司，然后就没有再从事类似的行业。不过从这一集的蛛丝马迹，我们可以看出来，其实他在公司里所提的那个企划案报告，甚至再往远一点说，他毕业之后前往北海道求职工作，也都是他怀念小航的一个方式啊。因为以前的一切实在太美好了，小航好希望把它一直保留下来。但是当小凑的同居邀请真的摆到他面前的时候，他又害怕真的再续前缘了之后，一切没有办法回到过去那样美好。与其这样，那倒不如所有的回忆都定格在相片里的那一瞬间就好了。也是多亏小凑没有放弃呀，他那个非常迅速的反应，非常迅速的回话，驳回了小航每一个拒绝他同居的理由，也终于逼问出小航他真实的心意了。既然告白完了，那接下来就看看这两个人是再续前缘，还是需要尴尬一段时间才能够又重新回到以前的热络。那行，这一集就看到这边吧。虽然没有如我上一集所说的让暧昧期延长再延长，但是看到小航终于脱口而出"我喜欢你"的时候，心里总归是松一口气的。下次见，拜拜。